皆様こんにちは、えきょうです。今回は手間をかければかけるほど美味しくなる筑前煮をご紹介いたします。日本の伝統料理の一つである筑前煮。これを精進料理風にアレンジ。材料はこちらになります。一般的には鶏肉を使用いたしますが、鶏肉を使えないため厚揚げを代用いたします。人参は皮を切った後、乱切りにて形を揃えます。乱切りのコツは、切った断面を自分の方に向けて切ってあげると形が揃いやすいです。続きまして、レンコン。縦に4等分してから乱切りに。レンコンはとてもアクが強いため、すぐに変色をしてしまいます。そのため、切った後は酢の入った水にて保存します。酢の分量、水の分量は自由です。続きまして厚揚げです。こちらは貴重なタンパク源となります。鶏肉が使えないため、必ず精進料理には豆腐を使用いたします。続いてごぼうは水で軽く洗ってから斜めに薄切り。ごぼうの皮には栄養があるため、洗う際は軽く洗ってあげてください。切り方は乱切りでもよろしいですが、薄切りの方が箸でつかみやすいため、私は斜め薄切りいたします。続いてこんにゃくです。こんにゃくはスプーンで食べやすい大きさにちぎってあげると、形が不揃いになり、味が染みやすくなると言われております。そして絹さやです。こちらは緑色の彩り要因です。筋を取らなくてもいいですが、口の中に残るため、私は筋を取ります。そして干し椎茸です。こちらは6時間冷蔵庫にて戻しました。精進料理では肉の脂が使えないため、味が少しぼやけてしまいます。そのため干し椎茸の戻し汁を利用し、風味を豊かにいたします。レンコンの保存方法をご紹介いたします。濡れたキッチンペーパーで包み、ラップや袋などを利用し、包んでから冷蔵庫にて保存してください。野菜室がある際は野菜室を利用すると良いかと思います。ごぼうも同じです。ラップで包み、冷蔵庫にて保存してください。どちらも早めに使用してください。切った野菜の皮などはジップロックなどに入れて冷凍庫にて保存いたします。端材がたまりましたら、後日野菜だしに利用いたします。続いて調味料のご紹介です。精進だし、しいたけの戻し汁、濃い口醤油、本みりん、砂糖。まずは精進だし 300ml、 しいたけの戻し汁 100ml。 しいたけを強く感じたい場合は、しいたけの戻し汁 300ml、 精進だし 100ml でも良いです。濃い口醤油 50ml、 本みりん 50ml、 ミリリットル、言いづらい。それではこんにゃくをからいりしていきます。動画では油を引いておりますが、油を引かずにこんにゃくを入れて
空入りしても大丈夫です。基本的に空入りをする理由としては、臭み抜きであったり水分を飛ばしてあげることで味の染み込みを良くするためです。空入りをしてあげるとこんにゃくからピーやギヤーや音がしますので、それを終わりの合図にしてください。続きまして、根菜類をレンジで軽く温めてあげます。動画では 800W で1分30秒ほど温めております。こちらは目安ですので、根菜類が柔らかくなれば 600W でも2分でも大丈夫です。続いて厚揚げを焼いていきます。特に焼く必要はございませんが、私は豆腐の香ばしさを出すとともに他の食材との差別化を図るために一度こんがりと焼いてあげます。続いて先ほどレンジした根菜類を入れていきます。軽く油を入れてあげることで野菜に油がまとわりつき、多分美味しくなります。それでは先ほど作った合わせ調味料を入れていきます。正直言いまして分量はとても多かったです。調味料の目安は8対1対1ですので、それを目安に作ってください。そしたらここで砂糖大さじ2杯入れてあげます。申し訳ございません。椎茸を入れ忘れておりました。加熱をしていくと野菜からアクが出てくるため、それをすくい取ってあげます。ここでちょっとした豆知識ですが、アクを取る際強火にしてあげるとアクが中央に集まるため取りやすいです。皆様もお試しください。アクを取ったらここで落とし蓋をしてあげます。火加減は周りの食材がクツクツと踊るほど、今から約10分ほど煮込んであげます。この時間を使って絹さやを塩茹でしていきます。絹さやは大変火が通りやすいため、熱湯に約30秒ほど入れ、すぐに冷水で冷やしてあげます。冷やした後、斜めに切り重ねてあげると葉っぱみたいになり、盛り付けをする際とても綺麗となります。私は煮物の盛り付けをする際いつもこうします。さて、そうこうしているうちに出来上がりましたので、最後塩茹でした絹さやを入れてあげて完成です。今回汁の量が多かったためこれぐらい残っておりますが、この汁を炊き込みご飯などで使ってあげるととても美味しい料理が作れます。それでは盛り付けをしていきましょう。自分の好きなように盛ってあげてください。ただし私の場合はやはり飾り付け用の絹さやを使用しておりますので、最後上に重ねるように置いてあげるととても綺麗に映ります。はい、とりあえず出来上がりましたのでいただきたいと思います。人参からいただきます。うまっ。美味しいです。続きましてレンコン。レンコンが美味しい。で、しいたけ。うわ、しいたけがうまい。
で、厚揚げ。最高。一回焼いてあげてることで少しごめんなさい、厚揚げですね。厚揚げ香ばしさが少し残っております。で最後絹さや、これは塩茹でしただけですので、正直言って飾り多いんです。緑色の色がこういった筑前煮には映えますので、私は必ず入れております。今回の料理合掌です。当たり前ですけれど美味しいに決まっております。で私結構甘めが好きですので砂糖を多めに入れておりますが、実際これを作る際にはみりんを入れておりますので、砂糖を少量でも構いません。また気をつけていただきたいのが、最初の方にも言いましたが、レンコンとごぼうですけれどアクが強いために酢水に入れておりますけれど、入れすぎると酢水の味が移ってしまいますので、使う際はすぐに利用してください。そして精進料理では肉や魚を使えないため、タンパク質を摂ることが難しくなっております。そういうことで筑前煮とかに関しては必ず厚揚げといった豆腐にて、大豆ですね、大豆のタンパク質にて補っております。平時でのお食事でもそうですけれど、必ず料理には一品厚揚げといった、または豆腐、絹豆腐、木綿豆腐もそれは様々ですけれど、大豆のタンパク質を利用した料理が様々出ております。今後の私の動画でもたくさんの豆腐を利用した料理が出てきます。どうかぜひご参考にしていただければなと思います。それでは次回の料理動画でお会いいたしましょう。えきょうでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。2日目の筑前煮はより美味しくいただくことができます。それでは。